まりましたギターラジオ。ギターや音楽にまつわるさまざまなことについて聞くだけでちょっと得した気になれるような情報をお届けしていきます。と言いつつ、今回は図がたくさん出てくる内容になっているので、たまに画面の方にも目を向けていただければ幸いです。音楽が好きな方は一度は平均率と純正率という単語を聞いたことがあるのではないでしょうか。詳しい数字や演奏方法などの説明は専門の人に譲るとして、ここでは図に表すことで両者を直感的に理解できるようにしたいと思います。平均率。ウィキペディアを見ると、平均率は1オクターブなどの音程を均等な周波数比で分割した音率となっています。これは一般化した説明なので、初めて聞く方にはよくわからないかもしれません。とにかく現在耳にする曲のほとんどは平均率を元にしています。ギターのフレットの間隔が全ての弦で同じなのも平均率のおかげです。このあたりは動画を最後まで見ていただければなんとなく理由がわかるかと思います。それではまずこの平均率を図に表します。図示する方法は様々だと思いますが、ここでは1オクターブで1周する円として書いてみます。まずは基準の音を X 軸にプロットします。ここでは C との音を基準にします。続いて原点を中心に均等な角度で回転させます。1オクターブ内の音を書くと次のようになります。回転した角度が分かりやすいように原点から線を引きます。1オクターブは12半音なので 360÷12、30で隣り合う音の間は30度ずつです。一周して C に戻ってくると1オクターブ上がります。オクターブ上がるのは螺旋をイメージすると良いかもしれません。ここまでの図は平面上の円ですが、斜めから見るとこんな感じになっています。この螺旋を真上から見たとき、同じ位置は同じ音名ですが、高さが違うとオクターブが違うということになります。純正率。ウィキペディアによると、純正率は周波数の比が単純な整数比である純正音程のみを用いて規定される音率です。定義としてはこういうしかないと思うのですが、この説明だけでは全然意味がわかりませんね。詳しい説明は Google 先生に任せるとして、簡単に表現すると和音がきれいに響くように決められた音率と言えるかと思います。それでは平均率の時と同様に C を基準としてプロットしてみます。次に原点から線を引くとこんな感じです。なんとなく適当に分けたピザのような形になっています。法則性としては3種類の角度が存在しています。赤色は平均率の30度よりも少し広め、黄色は30度よりも少し小さめ、緑色は30度よりもかなり小さめです。ということは、フレットのないバイオリンなどで純正率の曲を弾くときは3種類の半音を弾き分けないといけないってことでしょうか。ギターを弾く人間からするとめまいがする話です。平均率と純正率の比較。それではここまで図にしてきた平均率と純正率を同じ円上にプロットしてみます。黄色の四角が平均率で、青色の丸が純正率です。近い位置にある音と離れている音が混在しているのがわかるかと思います。詳しく見てみると C とは平均率と純正率で唯一完全に一致する音になっています。一方 E、ミは平均率の方が随分高くなっています。他には G、ソは平均率の方がわずかに低いです。つまり平均率でドミソ CEG の和音を弾くと純正率からのズレによるうなりが生じているということになります。しかし綺麗な響きとなる純正率が万能かというとそうでもありません。基準の音を中心に響きを優先して作られているので融通が利かないというデメリットがあります。例えば C 音と G 音のパワーコードを弾くのと同じやり方で
D 音と A 音のパワーコードを弾いても後者の方が響きは悪くなります。これは調和した響きを持つスノピンクの2直線が回転しても赤の線と重ならないことが絵的に理解できます。すなわち純正律にしたとしても響きの良くない和音が存在するということです。基準の音が変わると音程がずれるということは転調することができないということでもあります。キーが変わるたびに微調整すれば良いのかもしれませんが、人間の声やフレットのない楽器などでしか対応できません。対応するにしても、例えば少し複雑なジャズスタンダードのようにぴょんぴょんと違う調に飛ぶ曲の演奏はほぼ不可能だと思います。逆に言うと平均律ができたのでそのような音楽が発展したと言うべきかもしれませんが、最後にここまで平均律と純正律の違いを図で見てきました。なんとなく感覚で理解いただけてたら幸いです。とは言いつつ音を聞くのが一番だと思うので、興味がある方は純正律で演奏されているクラシックの音源などを探してみてください。また平均律と純正律を聴き比べる動画なども結構アップされているので検索してみるのも面白いです。音律の話は奥が深いのでまた何かまとまったら動画にしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた次のギターラジオでお会いしましょう。